地獄のような現実から逃げるためなら、あなたはこの夢の薬を飲みますか？カプセルを飲み込めば、そこに広がるのは鳥肌が立つほどに美しい理想の楽園。しかし、その静寂と色彩の裏側には、決して目を向けてはいけない自分自身の闇が潜んでいます。なぜ幸せを求めて逃げた先で再び悪夢と対峙することになったのか。今回はこの美しくも残酷な世界、ブロークンドリームの構造を皆さんと一緒に迫っていきます。この時期は朝なかなか布団から出られないって人は高評価。いやいや僕は一年中出られないっていう筋金入りの方はチャンネル登録どうぞよろしく。物語の始まりは今からわずか数年後の未来、2023年12月のアメリカ・ルイジアナ州。冬のルイジアナ特有の乾燥してどこか生命力を感じさせない時が止まったような空気。それが画面越しに伝わってくるような停滞した日常からこの物語は幕を開けます。主人公が勤めるのはピーターズという会社。彼はそこで毎日同じ時間に起き、同じ景色を眺め、同じ作業を繰り返す。そんな歯車のような日常を過ごしていました。かつては鮮やかだったはずの景色が、まるで古い写真のように色あせていく。そんな無気力な日々の中で、主人公はテレビから流れるドリームピルズの CM を目にします。指先はまるで自分の意志ではない何者かに操られるように、無意識のうちに注文の電話をかけていました。それからの毎日は、ただスマートフォンを眺め、時間の経過を待つだけの空虚なものへと姿を変えていきます。お皿を割ってしまうようなほんの些細な亀裂。それをきっかけに彼は長年勤めた会社を解雇されます。物語が本当の意味で動き出すのは2040年3月のことです。解雇を告げられた主人公は土砂降りの雨の中、ついさっきまで自分の居場所だった会社の前に立ち尽くしています。激しい雨に打たれながら帰宅すると、そこにあるのは壁が汚れ、物が散乱した荒れ果てた自分の家。テレビをつける気力も湧かず、一番奥の寝室へと入り、泥のような眠りにつきます。すると突然、静寂を切り裂くように、チャイムが鳴り響きます。重い体を引きずって玄関を開けると、そこには一つの段ボール箱。中に入っているのは、かつて自分が無意識に注文したあのドリームピルズです。カプセルを一つ喉の奥へ流し込んだ瞬間、彼の意識は現実を切り離し、全く別の場所へと転送されます。最初にたどり着いた先はクラウドシアター。これが最初の夢。素晴らしい。目の前に広がるのは大きな窓の外に無限の空と雲が流れる、まるで天井の世界に建てられたような美しい建物の光景です。黒い壁が印象的な廊下を進んでいくと、周囲の幻想的な風景とは不釣り合いな一台のコンピューターが置かれています。誘われるように画面を起動させると、こんな表示が現れます。夢は現実のルールに従わない。この一文を目にした直後、違和感に気づいて来た道を折り返すと、何かが変化している。飾られた絵画や部屋の構造がまるで意志を持っているかのように作り変えられています。自分が今、物理法則も常識も通用しない夢の真相にいることを直感的に理解することになります。光が差し込む奥へと進むと、そこには小さな機械。ボタンを押すと、どこからともなくメタリックな車両が現れます。スカイトレイン。車内には緑や花が咲き乱れ、霧が立ち込めている幻想的な車両です。現実の列車が目的地へ運ぶものだとしたら、この列車は現実からさらに遠い場所へと運んでくれるための列車なのかもしれません。次の停留所に到着すると、そこにも建物があります。看板を確認すると、どうやらこの夢の中に存在するコンピューターを起動させていく必要があるようです。プレイヤーは建物の中を巡り、次々とパソコンを起動していきます。できるだけパソコンを探して回っている。もしかしたらその時僕は、でも、どうしてここを離れたいと思うのだろうか。振り向くたびに構造が変化する不思議な世界を歩きながら、プレイヤーは屋上に置かれた1台を起動します。すると、遠くに見える建物の上を何かが歩いていることに気づきます。不穏な気配に主人公は独り言を漏らします。待てよ、考えてみれば、本当に悪夢だけは見ないことを願うよ。一瞬足が止まりますが、それでもプレイヤーは次の建物に向かいます。上映をお楽しみくださいという案内を頼りに、幻想的な光景の中を進み続けます。
雲の立ち込める屋上に出ると、そのもやの中に一冊の日記、ドリームジャーナルが落ちています。無限に続く空の雲を抜け、自分はただずっと落ちていくのが見える。風は冷たく、その音が目を通して響いてくる。目を開ける必要さえなくて、それでも僕は静寂の中にいる。どこかに着地する必要も、ここを恐れる必要もない。そんな気がするけど、ここには現実なんてどこにもないんだ。本来、落ちるという感覚は本能的な恐怖を呼び起こすはずです。しかし、現実での居場所を完全に奪われた主人公にとって、着地する必要のないこの落下こそが唯一の安らぎとなっているかのようです。すべてのパソコンを起動し終えたとき、彼はこの心地よい現実逃避を終え、さらなる夢の真相へと誘われていきます。どこからか遠くで鳴り響くオルゴールの音。次にたどり着くのはドリームエレメンタリーと呼ばれる学校です。壁一面に貼られた子供たちの絵にはミス C という名がイラストとともに描かれています。教室内はまだ薄暗く、主人公は独り言をこぼしながら探索を始めます。素敵だ。まだ朝早いみたい。時間を進める方法を見つけなきゃ。教室内や廊下には掲示物や飾りが貼られているのですが、ここにもミス C という名が発見できます。廊下を進むとトイレで不可解な張り紙を発見します。そこにはこの学校の歪んだルールが記されていました。1、自分の片付けをすること。トイレットペーパーを床に放置しないでください。2、石鹸で手を洗うこと。ABC の歌を歌い終わるまで洗い、終わったら手を乾かしましょう。3、指定された目的以外でトイレを使わないこと。ここは隠れる場所であり、落ち着くための場所なのだから。カフェテリアにある時計の針を午前8時15分に合わせると、止まっていた時が意志を持ったかのように動き出します。紅葉した葉が舞い落ちる裏庭で、彼は2冊目の日記を拾い上げます。見覚えのある学校にいる。まるであの日見た夜明けの前の時間のように、僕はここで永遠に横たわっていられそうだ。時計が鳴り響く中、子供のような手を天井にかざす。そんな時間が僕は好きなんだ。教室へ戻ると、いよいよミス C の授業が始まります。皆さんこんにちは。私の名前はミス C。今日からあなたの先生よ。遠慮しないで好きなだけ遊びなさい。あなたのことは私がお世話してあげる。ねえ、あなたの名前は何て言うの？どう答えればいいのかわからない。提示される2つの問い。この学校の名前は C は何の略？プレイヤーが後者を選ぶと、彼女はうつろな笑みを浮かべて答えます。私の名前の C が何の略かって？それはクレイジーの C。なんてね、冗談よ。私はミス・ケアバギー、ミス C って呼んでね。僕は世界中を旅したいです。なぜ僕はあんなことを言ったんだろう。この瞬間、プレイヤーを強烈な自己矛盾が襲います。彼はすでに大人であり、そして現実ではその社会生活に失敗した身です。これは夢なのか、それとも現実に体験したことのある過去の記憶なのか。しかしミス C はそれに気づいているのかいないのか、優しく肯定します。それは素敵な計画ね。大人になったら世界中を旅するなんて本当に素晴らしいわ。写真を送ってね。休み時間のチャイム。しかし彼にとっての安らぎは外にはありません。外に出て他の子たちと一緒に遊びたくない。でも他の大人に見つかるわけにはいかないんだ。廊下へ出た瞬間に聞こえる背後から迫る重い足音。振り返ろうとすれば視界が激しく歪み、意識をかき乱すナイトメアが文字通り精神を飲み込もうと背後に迫ります。あの不可解なルールに従い、唯一の安全地帯であるトイレへと逃げ込みます。そしてこの歪んだ夢の時間を強制的に進めるかのように、校内にあるすべての時計の針を必死で2時5分へと動かしていきます。再びのチャイム。静まり返った教室でミス C が語りかけます。最後の活動はお絵かきにしましょう。自分が作り出す世界で感情を表現することを誰も止めたりはしないから。気づくと彼は絵の中の世界に立っています。突き抜けるような青い空、鮮やかな緑、そして彼が描いた一軒の家。これこそ本当に僕の夢だ。あの頃、僕はすごくたくさんの絵を描いていた。
家の地下へと足を踏み入れると、穏やかな BGM が消え去り、黄色い壁と蛍光灯のノイズが響くバックルームのような空間が広がっています。すると、主人公がつぶやきます。ここは僕が子供の頃、ほとんどの時間を過ごした場所だ。部屋に戻ると、先ほどまでは何もなかった場所に、一枚のドアが出現します。外へ出ると、天まで続く階段。それを登りながら、彼は過去を振り返ります。あの頃、絵を描いて孤独を感じることはなかった。だから友達はあまり必要なかったんだ。階段を登り切った時、彼はつぶやきます。僕は他に何を書いていたっけ？その問いに答えるものはなく、ふと意識が戻ると、教室は夕日のオレンジ色に光が満たされていました。下校の時間。しかし、かつての放課後のようなどこか懐かしい気持ちはなく、そこにあるのは冷たい拒絶だけでした。校内には真っ黒な子供たちの影がうごめいています。その影に触れると、彼らは残酷な言葉を直接脳内に響かせてきます。あなたは私と遊べない。あなたはつまらない。子供たちの影を避けるようにして校門へと向かう道中、世界は急激に崩壊を始めます。音楽は不協和音となって歪み、時計の針は物理法則を無視して繰り出していく。どうして影の友達と遊ばなかったの？それは孤独を愛し、絵を描くことだけで自分を満たしてきた彼の過去、あるいは現実での不器用さをえぐるような響きを持っていました。その恋を振り切るように出口へと駆け抜けます。次に訪れる場所は、空と地が溶け合うような永遠に続く大草原の世界、グラッシービーチです。どこまでも続く鮮やかな緑。しかし、そのしんと静まり返った景色を目指すように、草原には似つかわしくない標識が無数に立ち並んでいます。この場所は永遠に続いているようだ。ただ目を覚まして歩き続けることもできるだろう。そうつぶやき、プレイヤーは足元の水たまりに浮かぶ3冊目の日記を拾い上げます。ここはただ注意深く、あてもなくさまようために作られた場所だ。穏やかな気持ちで草の地平線の彼方までただただ想像を巡らせることができる。風に揺れる草の音、柔らかなピアノの旋律、そして小さな水たまり。ここは僕にとっての懐かしい逃避行の終着点。僕はここを去る準備なんてこれっぽっちもできていないんだ。プレイヤーはこの広大な草原をさまよい、自らの記憶の断片である光のかけらを集めて回ります。すべてを集め終えたとき、目の前に目玉が書かれた看板が現れます。もう十分な記憶を集めましたか？この問いかけに対し、主人公は迷いながら答えます。去るべきか、とどまるべきか、わからないんだ。その直後、静かな草原に巨大な黒い壁が出現します。その壁に触れた瞬間、心地よかった世界は一変します。一面の草原に不気味な何かが映り込み、プレイヤーはさらに深い階層、あるいは逃げられない深淵へと引きずり込まれていきます。飛ばされた先はツイストと呼ばれる影がうごめく異様な世界です。先ほどまでの鮮やかな色は消え去り、そこにあるのは灰色にくすんだ空間。気づけば吸い寄せられるように意識を持ってかれそうになる影が至るところでうごめいています。ここはリラックスできる場所じゃない。ただの小さな悪夢だ。すぐに終わる。自分に言い聞かせながら彼の進む前に建物の壁に不気味なメッセージが浮かび上がります。僕たちは同じように歩くが同じようには走らない。僕たちはお互いがどこにいるのか常に知っている。現実のルールはここでは適用されない。突如現れる顔の部分がハテナになった謎の人物。それはガラス越しに自分の動きと完全に連動しながらこちら側へ近づこうとしています。僕たちはお互いを見つめ合っている。僕たちはお互いの声を聞いている。パニックになれば僕が君を乗っ取る。扉に近づいた瞬間、抑え込まれていたそれが解き放たれます。楽園で僕に加われ、君は僕から決して逃れられない。君は僕の顔を知っているはずだ。濁流のように押し寄せる文字情報。プレイヤーはパニックを抑え、走らず、一定の距離を保ちながら探索を続け、そこで4冊目の日記を見つけます。周りを見渡すことさえ今は恐ろしい。すべてが色を失い、ただどす黒く濁って見えるんだ。影が動くのが見える。ついに悪夢が現れた。エリアのコインを集め、ゲートをくぐり、やっとの思いでたどり着いた非常口。その赤い扉に近づいたとき、
再びそれが姿を現します。またお前か。君はただ気づく必要があるんだ。怖がる必要なんてどこにもない。僕はただ幸せの中にいたかっただけなんだ。幸せを求めるのをやめろ。でも代わりに悪夢が現れた。お前のせいか？君はただ僕の顔を見る必要がある。僕が誰なのか知る必要があるんだ。気づけ。やだ、お前の顔なんて見たくない。僕は現実から逃げる場所を求めてここに来たんだ。なぜ悪夢なんかがいるんだ。だから言っただろう。楽園で僕に加われと。気づくと彼は再び草原の上に倒れています。ただ平和なだけの夢を叶えるためには一体どうすればいいんだろう。悪夢も暗闇も見ないような夢を僕は夢から逃げ出そうとしてるんじゃない。現実から逃げ出そうとしているんだ。僕は次どこへ行き着くんだろう。自問する主人公の目の前に広がっていたのは空をつくような近未来都市の光景。そこで物語は一度幕を下ろします。現時点ではこの先のチャプターはまだ公開されていません。まず注目したいのは物語の時間軸です。主人公が薬を注文したのは2030年。しかし彼が実際にそれを手に入れ服用したのはその10年後。会社を解雇された2040年のことでした。この空白の10年は何を意味しているのでしょうか。2030年の時点で主人公はまだ未来があったはずです。しかしその時点で彼はすでに夢の薬を求めていた。つまり彼の精神は10年前からすでに限界を迎えていたのかもしれません。そして2040年、荒れ果てた家で受け取った荷物、10年もの前の注文がなぜ今届いたのか。ここで一つの社会超過システム説が浮かび上がります。ピーターズ社の解雇通知にはこのように書かれていました。お前はクビだ。非生産的であり、備品を壊し、非協力であるため、ピーターズ社はお前を解雇した。率直に言って、もうお前は必要ない。この離職に対して給料は支払われない。お前には我々の金を払う価値などない。書面には非生産的といった罵倒とともに、お前には我々の金を払う価値などないという人格そのものを否定する残酷な言葉が並んでいました。この解雇通知とドリームピルの配送が連動しているとしたらどうでしょう。冒頭で登場したドリームピルの CM には、実は画面の端に読み飛ばしてしまいそうなほど小さな文字で警告文が記されています。この錠剤を服用した後、自力で目覚めることは実質的に不可能であることに注意してください。そのため、ドリームピルを受け取る前に全額を支払う必要があります。副作用には時間感覚の喪失、そして生涯にわたる混沌が含まれる可能性があります。薬の注意書きにある全額前払いと生涯にわたる混沌、これは社会から無価値と切り捨てられた人間を二度と目覚めさせない精神世界へ送り込むための会社と社会が裏でつながって作り上げた廃棄システムではないかという説が浮かび上がります。あるいはもっと恐ろしい入れ子構造説も考えられます。2040年の解雇という惨めな現実そのものが、実は2030年に服用した薬が見せている最初の悪夢だったのではないか。時間感覚の喪失という副作用がある以上、彼が今どこにいるかを測る尺度はすでに崩壊しているのかもしれません。次に案内人であるミス C についてです。彼女は自分をケアギバーと呼び、主人公を子供として扱い、無限の肯定を与えます。しかし彼女の役は単なる先生ではありません。ドリームピルの副作用である生涯にわたる混沌状態にある患者を、この閉じた精神世界で安定させるための管理プログラムなのではないでしょうか。彼女の言葉を思い出してみてください。大人になったら旅をしたいと語る主人公に対して、写真を送ってねと笑う彼女。しかし夢の中に留まる限り、彼は二度と大人になることはありません。ミス C は主人公が現実の自分を忘れるまで、優しく、しかし確実に彼をこの閉鎖された学校の中に閉じ込め続ける。また彼女は新入りかもしれないけど、ずっと前からここにいたんだからとも話しています。主人公がこの10年間、すでに何度もこの再教育を繰り返していたことを示唆しているのかもしれません。物語の終盤、必要に顔を見ろと迫ってくる怪物。彼は主人公に気づけと
と迫ります。一般的なホラーゲームなら彼は排除すべき敵です。ですが、この物語においては、彼こそが主人公に残された最後の正気である可能性はないでしょうか。ミス C が心地よい嘘を見せ、現実を忘れさせる存在なら、怪物はそれとは反対に痛みを突きつけ、現実を直視させようとする。怪物が幸せを求めるのをやめろと言ったのは、それが偽りの幸せだから。顔を見るという行為は、社会から捨てられ、朽ちていく肉体から目を背けるという自分自身を認めることに他なりません。そしてこの夢の世界で唯一、現実と共通しているのがドリームジャーナルです。物理法則も空間もねじ曲がる世界で文字として記録された事実だけが彼を現実につなぎ止めるくさびとなっていました。怪物は彼が残したジャーナルと同じようにこの偽りの世界にうがたれた現実の穴のような存在だったのかもしれません。主人公がそれを拒絶し逃げた先には再び美しい草原が広がっていました。しかし副作用によって太陽も雲も消えたコンクリートの塀が近づいていることを第4の日記は予告しています。どんなに美しい楽園へ逃げても自分の内側から湧き出す真実の恐怖からは逃れられない。彼がたどり着く近未来都市は果たして新たな救済なのか、それともさらに深い絶望の階層なのか。空をつくような近未来都市。そこに表示されたチャプター2のタイトルは不安定な楽園。果たしてそこは彼が求めていた真の救いなのでしょうか。それともあの怪物が警告したようにさらに深くより抜け出せない悪夢への入り口に過ぎないのでしょうか。彼が本当の意味で気づいてしまった時、その視線の先に一体何が待ち受けているのか。この動画が面白い、あるいは気づいてしまった違和感にゾクッとしたという方は高評価。シロくん、ちゃんとチャプター2の解説もしてよと思ってくれた方はチャンネル登録とコメントどうぞよろしく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら、バイ。